皆さん、こんにちは。レンです。今日は会話のスピードを上げたい人のためにとっても大切なお話をします。日本語を話すとき、どういうんだっけってゆっくりになってしまうことありますよね。そんな時、一番大事なのは真似をすることです。いろんな日本語の勉強方法があります。例えば、教科書で文法を勉強する、単語を暗記する、シャドーイングをする。でも、それだけじゃ会話がスムーズにならないこともありますよね。私の生徒さんからもよくこんな質問をもらいます。この単語とこの単語どう違うの？この文法とこの文法どう違いますか？もちろん説明はできます。でも実は説明を聞いても話すときにすぐ使えるとは限らないんです。真似するっていうのは日本人が実際に使っているその言い方を真似する、そのまま自分を使ってみるということです。例えばテーブルと机、どっちも物を置く場所だけど使い方は違いますよね。レストランではテーブルに座ってください。学校では机に教科書を出してください。この使い分けを文法で考えるのはちょっと難しいです。だから日本人がどう使っているのかを見て、そのまま真似するのが一番早いです。もう一つの例、友達を映画に誘いたいとき、日本語ではいろんな言い方があります。映画に行きたいの？映画に行かない？映画行きたい？全部同じ意味だけど、リズムや雰囲気がちょっとずつ違うよね。その違いを全部理論で考えるのは大変です。だからこそ、日本人がこの場面でこの言い方したなって思ったら、同じ場面でそのまま言ってみる。これが自然な会話への道なんです。会話では返事もとっても大事です。例えば、そうですか、そうなんですか、そうだったんですか、そうなんですね、そうなんだ。意味は似ているけど、丁寧さ、感情、関係性によって使い分けます。そうだったんですかは少し驚き。そうなんですね。ちょっと優しい雰囲気。そうですか。ちょっと関係性に距離があるとき、丁寧です。全部理論で理解するのは大変だけど、ドラマや YouTube で見たら、あ、この時そうなんですねって言った。じゃあ自分も同じ場面で使ってみようとか、これで会話のテンポもナチュラルになります。あとは、フィラーって知ってますか？会話の中で、あの、なんかみたいに話の間、話の間をつなぐ言葉のことです。例えば、あの、なんかさ、うーん。ポイントは意味より会話のリズムのために使うってことです。日本人が、これはねって言ったら、それをそのまま真似して喋ってみる。これだけで会話がぐんと自然になるし、考える時間も作れます。例えば、こんな文。あ、そうだったんですね。じゃあ、田中さんは日曜日は厳しいってことですよね。この文を全部分解して文法を理解することもできるけど、それよりもこの言い方聞いたことあるって思ったら、丸ごとそのまま声に出して練習する方が話すときにすぐに使えます。真似の一番大きなメリットは、考える時間が短くなること、そして自然な言い方がすぐ口から出てくることです。
話すときにいちいち文法を思い出さなくても、聞いたことあるから言えるっていうふうになるんだよね。もちろん理論も大事です。教科書を使って勉強をすることもとっても大切。でもある程度日本語に慣れてきたら、そうですね、N3 くらいの生徒さんになってきたら、文法の勉強から真似の練習に少しずつシフトすると、会話のスピードもナチュラルさもぐんとアップします。だから会話のスピードを上げたいなら、真似をするのが一番。文法や単語の違いを考えるより、そのまま使ってみる。聞いた、真似した、使えた、このステップで自然に話せるようになります。今日のお話はどうでしたか？もっと自然に早く話せるようになりたいって思ったら、日本人の真似からぜひ始めてみてください。このチャンネルでは、優しい日本語とすぐに使えるリアルな会話のヒントをたくさん紹介していきます。気に入ったらぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。